レベル300、ザ・ボーアード・オルクス・プー・ザ・レインボーについて解説していくよ。サブタイトル長。訳すと虹への遊歩道って感じだね。まともな方の虹であってくれ。まずは部屋の外観。レベル300は、数えきれないほどの遊歩道がある空間で、周囲には自然の空間が広がっているんだ。すげえリラックスできそうだけど、虹要素なくない？次に、レベル300について説明するよ。レベル300の生存難易度はクラス2。危険だけど、対策でき、少し縁危機と遭遇するんだ。穏やかそうな空間なのに少し危険なのか。次に、レベル300の特徴について説明するよ。レベル300は、数えきれないほどある遊歩道がメインの空間で、明るい雰囲気の森の中で、遊歩道は曲がりくねった川の上空数メートルに浮かんでいるんだ。吊り橋みたいな感じになってるのか。レベル300では、現実世界と同じように1日のサイクルがあるんだけど、日没後に現実世界のような月などの天体は見えないため、夜間は空間全体が真っ暗闇になるんだ。夜に移動したりするのはきつそうだな。ちなみに、空間内の気温は20度から27度の間で変化し、気候はやや風が強く曇りやすい天候なんだ。まさに今時期くらいの気温だな。レベル300では、塩基地の数がかなり少ないらしいんだけど、今現在、空間の調査自体が不足しているため、まだ文書化されていない他の塩基地が潜んでいる可能性があるんだ。逆に知られている個体だとどんな塩基地がいるんだ？塩基地155の個体は、レインボーウォーターファルズというエリア周辺に、生息しているんだけど、それほど数は多くなく、ワーンリングスは、通常レインボーウォーターファルズの岩の下に隠れていて、たまに遊歩道を張っているものも記録されているんだ。また、遊歩道ではデスラッツがさまよい歩いていることもあるんだ。数としては少ないんだろうけど、結構な種類いるな。さらに、塩基地の他にも現実世界のバクテリアや小さな昆虫などが、レインボーウォーターファルズの岩にいることもあるんだ。さっきからちょこちょこ出てるレインボーウォーターファルズ、気になる。それじゃ、レベル300内にあるエリアについて詳しく説明するよ。まずはザ・ボーブ・オークス。レベル300には、数えきれないほどの板張りの道や橋があって、これらの板張りの道のほとんどは行き止まりで、よくある丘で途切れているんだ。道がずっと続いてるわけじゃないのか。レベル300の木製の橋は常にまっすぐで、決してそれることはなく、追加調査の結果、これらの木の板は原子レベルで正確であることが確認されたんだ。木目とかも等間隔でまっすぐなんだろうな。壊れる可能性はなくはないんだけど、この遊歩道を構成する板は異常に頑丈で、1枚の板でおよそ 800kg の重さを支えることができ、この板自体は地面からせいぜい約 1.5 メートルの高さに浮かんでいるんだ。重さがよくわからねえ。だいたい軽トラと同じくらいだね。1枚でそんな耐えられんの？遊歩道は、約 20km ごとに交差していて、後に説明するザ・レインボーウォーターファルズと呼ばれるエリアとともに、このレベルで唯一の安全な場所と考えられているんだ。とりあえず夜はこの辺りで過ごせばなんとかなりそうだな。次に、ザ・フォレスト&ザ・リバー。レベル300の森は、空間内で最も危険な場所と考えられていて、これが、空間内に遊歩道が存在する理由でもあるんだ。そんなに危険なエリアなのかよ。遊歩道にいた場合、地震が投下する特殊効果があるらしく、遊歩道の近くにある地面や木々、枝葉などが生存者の手足や体を難なくすり抜けるため、空間内にいる塩基地も当然のことながらすり抜けるんだ。遊歩道が強すぎる。でも、遊歩道の高さより高かったり、遊歩道のエリアから外れると、その効果は一瞬でなくなり、事故に繋がる恐れがあるんだ。まさかの遊歩道が安全地帯。発見当初、レベル300は道の数の川で構成されていると考えられていたんだけど、追加調査の結果、レベル300はたった一つの川でできていることが判明したんだ。一本の川から枝分かれしてた感じか？川の全長は少なくとも500万 km はあると推測されていて、レベル300の空間は無限であると想定されているため、川の源流や河口はまだ見つかっていないんだ。なんなら一本の川がループ状になってるかもしれないな。この空間を訪れた生存者のほとんどは、森や川を調べようとして、遊歩道や橋から出ようとするんだけど、実はこれ絶対やっちゃいけないんだ。塩基地に襲われるからか？残念なことに、これらすべてのケースで外に出た生存者は突然姿を消してしまうんだ。はぁ？どういうこと？実はレベル300には実際の地面がなく、外に出た生存者は全員、別のレベルにノークリップで移動するわけでもなく、果てしない深淵に落ちてしまったという説があるんだ。遊歩道の外に出た瞬間ボイド域かよ。なので、ザ・フォレスト&ザ・リバーでは塩基地が存在してないんだよね。あ、そっか。地面がないからか。そして、ザ・レインボーウォーターファルズ。一番気になってたやつ。ザ・レインボーウォーターファルズは、樹木や植物、人間の皮膚など、ほとんど全ての自然物に虹色の異なる色を与える特殊な効果があって、
これらの色は不自然なほど明るく鮮やかで、魅惑的なパターンで絶えず変化するんだ。ゲーミングネイチャー。色が一周する長さはだいたい15秒から数時間で、この効果が発生する原因は今のところわからないんだ。目がチカチカしそう。生存者は、ザ・レインボー・ウォーターファルズを探索すると幸福感が増すと報告していて、さらに、カラフルなこの葉は全て食べることができ、強いマーマレードの味がすることが知られているんだ。アメリカの食品にありそうなやつ。この葉を食べることで、さらに生存者の幸福感が増すんだけど、注意が必要なんだ。副作用があるのか。一度に4枚以上食べると虹の葉の過剰摂取となって、突然の心停止を引き起こすからなんだ。直接心臓に響くのかよ。でも虹の葉1枚には、半日分の満腹感を得ることができ、心停止を避けるためには、葉をボウルで粉砕するか、ブレンダーで混ぜることでその効果を薄めることができるんだ。細胞が破壊されて効果なくなるのかな。葉っぱの味は、マーマレード味の他にもあって、赤は胡椒のように、やや辛く後味が長かったり、紫色はブルーベリーのように、フルーティーで後味が短いなどあるんだ。色々と豊富だな。ちなみに、人間の皮膚も虹色に変化する効果が発動するので、例外なく様々な味になっているんだけど、食べることを試みることは非推奨なんだ。ちょっとグロいな、それ。ザ・レインボー・ウォーターファルズは、空間内で唯一の安定した部分であり、誰でも自由に地面を歩くことができて、深淵に落ちる危険もなく、ザ・レインボー・ウォーターファルズは大きな岩や硬い鉱石、巨大な木々、そして、崖がザ・レインボー・ウォーターファルズの風景を形成しているんだ。これって岩とか鉱物も虹色になるのかな？無機物は対象外とかなのか？また、ザ・レインボー・ウォーターファルズにある水には不純物が含まれているんだけど、ちゃんと浄水処理をすれば飲むことができるんだ。その不純物がバクテリアなのか。さらに、遊歩道の道もザ・レインボー・ウォーターファルズに近づくにつれて変化があって、木の板は薄くなり、その分手すりは明らかに厚くなるんだ。じゃ、そのまままっすぐ行けばたどり着く感じなのか。いや、変化があってもそこに正確に導く道は確認されてないため、そのままザ・レインボー・ウォーターファルズに必ずたどり着くとは限らないんだ。ただザ・レインボー・ウォーターファルズが近くにあることを示してるだけなのか。まあこんな感じで、昼間の滝は見ての通り虹色になっていないんだけど、夜になると、滝は虹色に輝き始め、幻想的な景色が見え始めるんだ。写真映えスポットじゃねえか。この状態では、滝の水は通常の少なくとも10倍の速さで流れているように見え、その影響で大量の水蒸気が空気中に散布され、周囲全体も異なる色合いで輝きながら、わずかにマーマレードの香りが広がるんだ。まさかこれ、不純物が虹色に光ってるのか？また、この時間帯は生存者がレベル300を出ることができる唯一の時間で、滝の後ろに 1km の長さの洞窟があり、徐々に進んでいくと、レベル173に繋がっているとの報告があるんだ。逆にそれ以外の場所や時間じゃレベル300から出られないのかよ。その洞窟内は、ほとんど光が入らず、生存者は、壁にぶつかったりつまずいたりしないように注意する必要があって、また、洞窟内は非常に狭く、さらに進むにつれて洞窟のサイズが小さくなるため、張ったり、狭い場所に押し込まれたりしなければならないこともあるんだ。閉所恐怖症の人にとっては地獄みたいな出口だな。まあ、そもそもこの空間の出口でもある滝を通過することがほぼ不可能だから、レベル300を脱出すること自体がめちゃくちゃ難しいんだよね。それってこっから出られないってことじゃね？過去には、その出口を目指して滝を通過しようとした人もいるんだけど、非常に強い水圧のため、骨折などの怪我を負った人が大多数なんだ。致命傷までとはいかないのか？過去のデータから見るに、滝の下に最長3秒いることが限界で、それ以上となると、一生傷になるほどの怪我を負ってしまう恐れがあるよ。たとえ3秒以内に通り抜けたとしても、健康体で先を進めそうにはなさそうだな。次に、レベル300にいるグループを紹介するよ。レベル300には、ザ・ウォターファルズ・レジデンツというグループのみ、確認できているんだ。一つしかグループないのか。このグループは、約4から8人のメンバーがいて、生きていく上での必要な資源が現地で全て確保できるため、レベル300のザ・レインボー・ウォターファルズに泊まることを決めたらしいんだ。まあ、確かに住めなくはない環境だもんな。彼らは取引することに快く応じてくれて、なんならメンバーとして迎え入れてくれることもあるんだ。そんなに余裕があるのか。また、彼らはこの地域の奥深くの崖に小さな小屋を3つ建てていて、小屋は小さくてあまり整っていないんだけど、非常に居心地が良く、近くには小さなゲストハウスもあり、来訪者は好きなだけそこに滞在することができるんだ。仮住まいの提供もしてるのか。さらに、来訪者に役立つ情報を提供し、出口について尋ねれば、さっきの出口を教えてくれるんだ。もうちょっとまともな出口はないのかよ。最後に、レベル300の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。
まずはレベル300の入り方。レベル39にある道に木の板があり、それに立っているとレベル300に。レベル140の木をノークリックすると、レベル300に。レベル797の壁の穴を何個か通ると、レベル300に。行くことができるんだ。どれも自然空間のレベルから来れるのか。一方、次のレベルの行き方は、滝を割って足を踏み入れ、長い洞窟を通り抜けるとレベル173に、行くことができるんだ。長い洞窟を出た先も環境が地獄やん。ということで、今回はレベル300について解説したよ。レベル300は、明るい雰囲気の森と色鮮やかな虹色の景色がある空間だったけど、ところどころに悲惨な要素が詰め込まれてて、あんまり訪れたくない空間だったな。まあ、写真映えスポットがあるからこれ目的で訪れる人もいるんじゃない？命をかけるインスタグラマー。